こんにちは。ミニマリスト田中です。地方都市の隅っこで生活費月11万円でゆるく小さく暮らしています。このラジオはミニマリズムで社会のスピードから降りて自分を取り戻すことを大きなテーマに Kindle 出版で40冊以上の著書を持つミニマリストの僕が無理しない生き方やミニマルに暮らす方法などについてお話ししています。もし共感できる部分があればチャンネル登録やコメントなどお待ちしています。今日は自立していきたい、でも孤立したいわけではないというテーマでお話ししていきます。そして今回は動画の後半で少し前から運営していた田中クラブというコミュニティについて大切なお知らせもあります。これから田中クラブをノートのメンバーシップから YouTube のメンバーシップへ移行することにしました。ただ、いきなりサービスの説明を始めても、僕がなぜコミュニティを作りたいと思っているのか少しわかりづらいと思います。なので今日はまず僕が考えている自立と孤立についてゆっくりお話ししてみます。僕は昔からずっと自立していきたいと思ってきました。会社や社会の都合に振り回されるのではなく、自分の生活くらいは自分で守れるようになりたい。苦手な人に無理に合わせなくてもいいようにしたい。体調が悪い日に無理をして外へ出なくてもいいようにしたい。自分の時間や体力を自分で調整できる生活を作りたい。そう思いながら少しずつ働き方や暮らし方を変えてきました。僕は現在会社に所属せず、基本的には一人で仕事をしています。YouTube の動画を作ったり、本を書いたり、ノートを書いたりしながら小さな事業を運営しています。働く時間もできるだけ短くしています。午前中に仕事を終えて、午後には余白を残しておく。たくさん稼ぐことよりも、自分の体調や生活を壊さずに長く続けられることを大切にしています。世間一般の成功から見れば、ものすごく小さな働き方かもしれません。大きな会社を作りたいわけでもありません。何十人もの人を雇いたいわけでもありません。高級な家や車を手に入れたいわけでもありません。僕が欲しかったのはもっと小さなものでした。今日安心して暮らせるだけの収入があること、嫌な環境から離れられること、調子が悪い日には休むことができること、自分に合わない競争から静かに降りられること、そういう小さな自立です。でも以前の僕は自立するということを誰にも頼らないことだと思っていた部分がありました。何でも自分一人で解決する。人に迷惑をかけない。弱っている姿を見せない。自分の問題は自分だけで処理する。誰にも期待しなければ傷つくこともない。誰とも深く関わらなければ人間関係で疲れることもない。そんな風に考えていた時期もありました。確かに人との距離を取ることで楽になることはあります。僕は内向的な性格なので、一人で過ごす時間がないとかなり疲れてしまいます。大人数の集まりも得意ではありません。賑やかな場所に長時間いると、家に帰った後何もできなくなることもあります。だから、一人の時間は必要です。むしろ、僕が自分らしく生きていく上でなくてはならないものです。ただ、一人の時間が好きなことと完全に孤立することは少し違います。誰にも頼らないようにしているうちに、誰にも何も話せなくなる。迷惑をかけたくないと思っているうちに、困っていることを隠すようになる。人間関係で傷つきたくないと思っているうちに、誰ともつながらなくなる。そこまで行ってしまうと、自立というより、少しずつ孤立に近づいていきます。そして、孤立している状態では、何か一つ問題が起きたときに、生活が一気に苦しくなります。体調を崩したとき、仕事がうまくいかなかったとき、収入が落ちたとき、どうしても気持ちが沈んでしまったとき、全部を一人で抱え込んでいると、小さな問題までとても大きなものに感じてしまいます。僕自身、これまでの人生で何度も動けなくなりました。普通の働き方ができなくなった時期もありました。何をやってもうまくいかず、自分にはもう何も残っていないように感じたこともあります。そういう経験をしたからこそ、今は思います。自立とは完璧に強くなることではありません。
誰にも頼らず何でも一人でできるようになることでもありません。自分の生活の土台を自分に合った形で少しずつ作ること。そして倒れそうになった時には誰かや何かに頼りながらまた戻ってこられるようにしておくこと。それが僕にとっての自立です。生活費を小さくする。自分に合う仕事を作る。収入源を少しずつ分ける。体調が悪い日でもすぐに生活が壊れないようにする。苦手な人間関係から離れられるようにする。必要な時には病院や制度や身近な人の力を借りる。全部を自分一人で背負わない。そういう仕組みを作ることが小さな自立なのだと思います。僕は今、パートナーと一緒に暮らしています。仕事は一人でしていますが、日々の暮らしは二人で作っています。YouTube のコメントを読んで励まされることもあります。本を読んでくださった方の感想を見て、自分の書いたものが誰かに届いていることを知ることもあります。Discord で日々考えていることを投稿すると、それを読んでくださる方がいます。そういう小さなつながりに僕自身も支えられています。だから僕は小さく自立していきたいと思っていますが、孤立したいわけではありません。誰かと毎日ずっと話したいわけではありません。大きなコミュニティの中心に立ちたいわけでもありません。全員と深く仲良くなりたいわけでもありません。ただ、たまに覗いた時に同じようなことを考えている人がいる。自分だけではなかったと思える。無理に発言しなくても静かにそこにいていい。そのくらいの距離感の場所があればいいなと思っています。そこで少し前からノートのメンバーシップを使って田中クラブという小さなコミュニティを始めていました。実際に運営してみると、これは僕にとってもとても良い場所になりました。僕がその日に考えていること、仕事をしながら感じたこと、YouTube や Kindle を作っている裏側、うまくいっていることだけではなく、少し迷っていること、これから試してみたいこと、そういった動画にするほどでもない小さな話を Discord でほぼ毎日投稿しています。メンバーの方も必ず何かを発言しなければいけないわけではありません。読むだけでも大丈夫です。入った直後に立派な自己紹介をする必要もありません。積極的に交流する日があってもいいですし、何週間か静かに眺めているだけでも大丈夫です。コミュニティに入ったからといって社交的に振る舞わなくてもいい。そういう場所にしたいと思っています。そして今回、この田中クラブをノートのメンバーシップから YouTube のメンバーシップへ移行することにしました。これからは YouTube でメンバーになっていただいた方に Discord の田中クラブへ参加していただく形になります。月額は790円です。スマホアプリからのご参加では手数料の関係で月1000円と表示されることがあります。PC やスマホのブラウザからのアクセスでは790円でご参加できます。YouTube のメンバーシップでは通常動画の先行公開やメンバー限定の投稿なども無理のない範囲で行うかもしれません。ただ、一つ先に正直にお伝えしておきたいことがあります。僕はメンバー限定動画を大量に作るつもりはありません。もちろん、メンバーの方だけにお話しする内容が思いついたら、限定で何かを出すことはあるかもしれません。でも、限定動画を毎週何本出しますといった約束はしません。なぜなら、普通にいい動画ができたなら、僕はできるだけ通常公開したいからです。良い内容をメンバーだけに囲い込むよりも、必要としている多くの人に見てもらいたい。そして通常動画として多くの人に見てもらうことで、僕も活動を続けやすくなります。なので、田中クラブは限定コンテンツを大量に購入するための場所というより、僕の活動を近くで見てもらいつつ、Discord の小さなコミュニティに参加するための場所です。YouTube では話しきれない日々の小さなことを読みたい方、同じように無理をせず小さく暮らしたい方、一人の時間は好きだけれど完全に孤立したいわけではない方、近すぎず遠すぎない距離で緩くつながれる場所が欲しい方、そういう方に参加していただけたら嬉しいです。もちろん無理に入っていただく必要はありません。メンバーシップに入らなくても通常の YouTube 動画は
これまで通り無料で公開していきます。メンバー限定にしないと大切な話が聞けない。課金しないと急に距離を置かれる。そういう場所にはしたくありません。普通に動画を見てくださる方も、コメントをくださる方も、静かに聞いてくださる方も、これまで通り大切な視聴者です。その上で、もう少し近い場所で僕が日々考えていることを読んでみたい。田中クラブという小さな場所を一緒に作ってみたい。そう思ってくださる方がいれば、YouTube メンバーシップから参加していただけたらと思います。なお、これまでノートの田中クラブに参加してくださっていた方には、移行方法について別途きちんとご案内します。最初のまだ何もない時期から参加して、場所を一緒に作ってくださった大切な初期メンバーなので、これまで通り参加していただける形を整えます。自立したいからといって、一人きりになる必要はありません。人とつながるからといって、無理に自分を合わせる必要もありません。自分の生活は自分に合う形で小さく支えていく。でも何もかも一人で抱え込まない。たまに立ち寄れば同じように静かに生きようとしている人がいる。僕はそんな場所を作りたいと思っています。小さく自立したい。でも孤立したいわけではない。同じように感じている方がいれば田中クラブでお待ちしています。動画のメンバーシップボタンよりご参加できます。Discord への参加方法は概要欄に解説リンクを貼っていますので、そちらより操作をお願いします。ということで今回は、自立していきたい、でも孤立したいわけではない、というテーマでお話ししました。このラジオが少しでも参考になった方は、チャンネル登録や高評価、コメントなどをいただけると嬉しいです。それでは、今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。ミニマリスト田中でした。バイバイ。